こんな感じですね。こうやって液体を直接かけることで、かなり解凍スピードが速まるんですね。冷凍 OK。 はい、始まりました。この冷凍チャンネル。このチャンネルはですね、おすすめの冷凍食品を紹介したり、家庭でできる簡単便利で美味しい冷凍レシピなんかをご紹介しております。今日は何をやるかと言いますと、超簡単だし解凍、小松菜ピーマンおひたしレシピを紹介します。私のレシピの中でですね、結構人気のレシピがありまして、それがだし解凍というテクニックになります。でこれは何かと言いますと、凍った食材に、直接、だしとか、液体の調味料ですね、これを注ぐことで、それでもう料理ができるという超簡単なレシピですね。このだし解凍がですね、結構人気になっています。でだし解凍の良さっていうのは、やはり直接凍った食材に液体をかけることで、解凍スピードが速いんですね。でさらに解凍している間に味も染み込むということですね。でさらにはこの加熱がいらないということで、だし解凍するだけでですね、その電子レンジとかですね、お鍋を使わずにそのまま解凍したら料理で出来上がるということで、すごい簡単なんで、やっぱこういった点もですね、人気かなと思います。で今日はですね、そのだし解凍の中でも人気の小松菜とピーマンですね、それぞれ2品のおひたしレシピをご紹介したいと思います。それではまず野菜を冷凍していきたいと思います。今回はですね、小松菜を冷凍してだし解凍したいと思います。でだし解凍でその野菜を冷凍する時なんですけども、まず重要な点としてはですね、新鮮な野菜を冷凍するということですね。それは冷凍全般で言えることではあるんですけども、特にだし解凍は最後に加熱をするわけではないので、衛生的にいい状態、鮮度がいい状態でやはり冷凍するってことが重要ですね。でまず小松菜をですね、この、根っこの部分を、切り落とします。でこの状態で洗います。でやはりしっかりと丁寧に洗っていただいてですね、土とかを、取っていただければと思います。こういう感じで、土をしっかりと、落としてください。で洗ったらですね、小松菜のこの水気をですね、切るように、ちょっとこう振って、もらえればと思いますね。本当はですね、キッチンペーパーで丁寧に一枚一枚、水気を取った方がいいんですけども、今回はですねそこまで気にしなくても大丈夫ですので、こういうふうに大まかな水分が取れていれば OK ですね。それで水気を切ったらですね、今度は小松菜をもう切ります。4センチぐらいのですね、おひたしにするような、食べやすいサイズにカットしてもらえればいいかなと思います。でこれをですね、冷凍用の、保存袋に入れて、冷凍するということですね。で入れるときはですね、ちょっとこの茎の部分と葉っぱの部分をですね、こう混ぜてもらって、一応均等になるようにしてもらえればと思いますね。であとは封を閉じて、冷凍するということですね。真ん中、ちょっと空気穴開けてですね、で中の空気を、追い出します。でこの時にこの小松菜もちょっと平らにしてもらってですね、で優しく、手のひら全体でちょっと空気を抜くような感じですね。で空気を、しっかりと押し出して、で最後封を閉じるということですね。こんな感じになります。こういう感じでですね、ちょっとシワが寄るぐらい、しっかりは空気を抜いていただいた方が、冷凍保存中のですね、乾燥酸化も防ぐことができると、いうことですね。続いてはですね、ピーマンですね。ピーマンも、冷凍したいと思います。ピーマンはですね、普通に、種を、取ってもらってですね、今回ピーマン4個使います。ピーマンはですね、本当だし解凍するとですね、苦味が和らいでですね、すごく食べやすいので、お子さんにも本当におすすめですね。で
で種を取ったらですね、このピーマンを洗ってですね、この種も取ってしまいます。ピーマンもですね、水洗いしたらですね、ちょっと水気をこうやって振っていただいて、取っていただくといいですね。でピーマンを切っていくんですけども、このだし解凍で作るときはですね、ちょっと細め、3ミリぐらいがおすすめかなと思います。だし解凍、冷凍してだし解凍することで、ちょっと柔らかくはもちろんなるんですが、最後加熱をするわけではないので、結構分厚いとですね、本当にピーマンの食感とか、風味に、苦味とかですね、結構残りやすいんですね。ピーマンが大好きっていう方はですね、もちろん結構普通の切り方してもらってもいいんですけども、食べやすくするにはちょっとピーマンを細め、3ミリぐらいにしておくとすごく食べやすくてですね、お子さんも楽しめるので、おすすめかなと思います。これは結構お好みで OK ですね。結局はこの下の方に固めて凍らせてしまうと、解凍するときにこのブロック状になっているので、やっぱ溶けが悪いんですね。ですので、こうやって薄く平らな状態で、冷凍するとですね、このだし解凍の時も早く解凍が進むので、おすすめですね。で、薄く平らに、したらですね、手のひら全体で、空気を追い出すということですね。はい、こういった感じですね。はい、ということですね。こういった感じで、平らな状態で、冷凍庫に入れてですね、これで冷凍したいと思います。これで、冷凍ができました。はい、こんな感じですね。ということですね、こういった形で、ピーマンもですね、小松菜も、冷凍しております。今回はだし解凍ですけども、だし解凍でなくてもですね、いろんな料理に使えますね。炒め物に入れたりとかですね、お味噌汁に入れても美味しいので、そういうふうにこういうふうに冷凍ストックしておくといろんな料理に使えてもいいですね。今回はですね、だし解凍をしたいと思います。でまずはですね、小松菜のだし解凍、おひたしにしたいと思います。今回はですね、こちらのめんつゆですね。めんつゆを使ってだし解凍したいと思います。でこれは2倍濃縮になってますので、1対1で割ってですね、100ml ですね。100ml のめんつゆ、ストレートですね。これで解凍したいと思います。でここにこのストレートにしためんつゆですね。これを直接注ぐということですね。で食材に、要は凍った食材にこうやって液体を直接かけることで、かなり解凍スピードが早まるんですね。実際にこの凍った小松菜にこの液体が浸かるように、一旦こういうふうに混ぜてもらうといいですね。この真ん中空気穴また作ってですね、この中の空気を追い出してあげるといいですね。で最後封を閉じると。でこれをお皿に置いといてですね、このままこの室温で10分か20分ぐらいですね、放置しておけばもうそれだけでおひたしができちゃうということですね。はい、続いてはですね、この冷凍ピーマンをだし解凍したいと思います。でピーマンもですね、めんつゆにもうつけるだけで、それだけで十分美味しいんですけども、少しアレンジをしたいかなと思います。でこちらもですね、開けたらですね、ちょっとピーマンをちょっと下の方に、ちょっとこうほぐしてあげて、しかもこうちょっと下に落としていただくと、よりだし解凍しやすくなりますね。ちょっとアレンジとして、鰹節を先に入れておきます。こちら 5g ですね。ちょっと多めに鰹節入れます。あとちりめんですね。ちりめんも 5g ですね、入れておきます。でここに、200ml の、めんつゆですね。ストレートに戻したもので
ですね。2倍濃縮なので 100ml のめんつゆに水を 100ml 入れてということで 200ml ですね。でこれをここに入れます。でこれもですね、ちょっと冷凍ピーマンにこうつゆがですね、出汁がですね行き渡るようにちょっとこう混ぜてもらえればと思います。でさらに空気を抜いて置いておけばという感じですね。はい、これだけですね。でこれをですね、室温で10分ぐらい置いとけばですね、もうそれだけですぐ完成しますね。ということですね、今10分ぐらい経ちましたが、もう十分、溶けたかなと思います。で触ってみるとですね、本当にキンキンに冷たくてですね、やっぱ夏なんかはこの冷たさも結構おすすめかなと思いますね。絞り加減はですね、お任せしますね。で、ちょっと絞ってもらって、で、これを器に入れれば OK ということですね。で、あとは仕上げにちょっと鰹節を振っていただければと思いますね。はい、これで小松菜のおひたしの完成です。めちゃくちゃ簡単ですね。めんつゆをかけるだけで、待ってるだけで一品できちゃうということで、すごいこれはおすすめですね。ピーマンですね。ピーマンもですね、もう十分溶けたと思いますので、ちょっとこのめんつゆを捨てたいと思います。はい、これで出来上がりました。ピーマンもですね、この結構少ししんなりしてますけど、もともとのピーマンの結構ですね、この色とかもですね、きれいに出来上がってるかなと思いますね。本当にこの出し解凍簡単でいいですね。それでは、冷凍した小松菜で作ったおひたしですね、食べたいと思います。いただきます。加熱するとその小松菜の甘みとかで出てですね、しかも柔らかいという美味しさがあるんですけども、このだし解凍で作った小松菜のおひたしはですね、全体的にはしんなりしてるんだけど、ちゃんとした繊維ですね、シャキシャキ感が残ってるということで、結構漬物に近い食感かなと思いますね。これはこれで新しい食べ方というか、味わいがあるかなと思いますので、それもおすすめですね。では続いてはですね、ピーマンですね。冷凍ピーマンで作ったおひたし、だし解凍したものですね。こちらも食べたいと思います。いただきます。冷凍して、加熱せずですね、だし解凍することですごい食感残ってますね。ただピーマンの苦味とかそういったものはですね薄れていて、でめんつゆのだしの香りや甘さが入っているので、これはすごいですね、もりもり食べれますね。ピーマンをピーマン苦手っていう方にもですね、これはすごくおすすめですね。これで、本当にどんどん食べれちゃうっていうぐらいピーマンがすごく食べやすくなってます。はい、ということですね、今回は超簡単だし解凍小松菜ピーマンおひたしを作りました。いかがでしたでしょうか。本当にですね、このだし解凍はですね、食材をですね冷凍しておいて、で凍ったままだしをかけてですね解凍するという、やっぱ火を使わないっていうところもすごく簡単でいいかなと思います。でさらにはですね、その食材の野菜のですねその美味しさを楽しむこともできますので、そういった点でもすごくいいかなと思います。で今回はですね、小松菜とピーマンをご紹介しましたけども、他の食材としてはですね、例えばパプリカとかですね、オクラとかですね、そういったものでも、ぜひ試していただくといいかなと思います。で基本的には、生のまま食べれるものはですね、凍らしてだし解凍もできるんですけども、やはり加熱が必要な食材なんかはですね、一度火を通してから冷凍していただくと、それはだし解凍っていうのができるんですね。
例えばブロッコリーとか、ほうれん草とか、そういったものはですね、加熱をして冷凍して、それでだし解凍していただくといいのかなと思います。でいろんな解凍する液体の方ですね、こちらも今回めんつゆ、手軽なんで使いましたけども、和風だしとか中華だしとか、そういっただしでもいいですし、あとはですね、すし酢とかですね、マリネ液のような、酢の物に使うようなものですね。そういったものもいいですし、あとは浅漬けの素を使ってだし解凍するというのも結構おすすめですね。ですので、食材と、どの調味料で液体でですね解凍するかによってもいろんなレシピの可能性がありますので、そういったことを皆さんもねぜひいろいろ試していただければと思います。で私の方でもですね、だし解凍のレシピ、他にもですね、ご紹介、もっとねしたいなと思っております。でこういう感じでですね、このチャンネルは、この冷凍チャンネルはですね、おすすめの冷凍食品を紹介したり、家庭でできる簡単便利で美味しい冷凍レシピなんかもご紹介しております。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。冷凍 OK。冷凍食品専門家、冷凍王子が人生をかけて作った一冊。冷凍食品の魅力をあらゆる面から追求した究極の本。今すぐ食べたい冷凍食品の本、レシピ付き、自由国民社から絶賛発売中です。